個人です。市役所が人数分、お客さんも1万円。本日は列車遊覧船マルベージャにご乗船いただきまして誠にありがとうございます。お客様ご利用のこのクルーズは軍艦島上陸クルーズとなっております。随時見どころをご案内させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。なお救命胴衣につきます。But it's still in operation. Next building please the number それでは本線ただいま長崎港ターミナルを出港いたしましたのでこれよりご案内を行わせていただきたいと思います。それでは現在本線の右手側ご覧いただきますと海岸線に工場が立ち並んでおります。三菱長崎造船所の工場群です。この海岸線逆 L 字型草色のクレーンが見えておりますがお分かりいただけますでしょうか。逆 L 字型のクレーンです。これは長崎港のシンボル的な存在ですが世界文化遺産に登録されておりますジャイアントカンチレバークレーンです。現在も現役で稼働いたしております。海上自衛隊の護衛艦が数隻見えております。船首部分に1桁の番号が振られております護衛艦、どれも検討中となります。従来の護衛艦に比べますと凹凸が少ないフォルムをしておりますがこれはステルス性能を高めるためと言われております。最新鋭の護衛艦検討中です。第3選挙が見えてまいります。これよりご紹介いたします第3選挙も世界文化遺産に登録されております。第3選挙は三菱合資会社の下で1905年に竣工した本線の右手前方方向海上自衛隊の護衛艦が見えております。船首部分180と書かれております護衛艦は海上自衛隊のイージス艦です。検査修正のため長崎港へ入港中です。たくさんのクレーンが設置されております大きな工場が見えております。明治12年の操業開始となっております。この工場で建造されました有名な船といたしまして太平洋戦争中世界最大最強と言われておりました
戦艦大和の姉妹艦戦艦武蔵や近年になりますとダイヤモンド・プリンセス号、サファイア・プリンセス号、アイーダ・プリマといった豪華客船の欠航も行われております。2005年に完成した社長橋で社長橋ランキングでは6番目となります。特徴は橋毛料理ます。これよりお客様が上陸なさいます軍艦島島内にはトイレ、電気、水、自動販売機することがないようにお願いをいたします。本線の軍艦島到着予定時刻は13時35分などを予定しております。それまでにおトイレとお済ませいただきますようお願いいたします。それでは軍艦島のシールをお持ちのお客様が次の人の第2キロバイトご移動をお願いいたします。また軍艦島のシールをもらわれていないお客様、お持ちでないお客様はこちらの人が第一。石炭がね、ここから取れることによりましてね、この島は繁栄をしていったんです。そして近代化した町になっていったということなんですね。平座になりましてね、もう51年経ったんですね。
人がいなくなってね、もう51年も経ったよということなんですね。当初は緑なき島とこういうふうに言われてたんですけどもね、こっちの方にはたくさんの緑があるということはね、この島でね、こっちの方はですね、台風の影響の少ない場所はこっちなんですね。この島で大切なものって言いましたら、やっぱりね、石炭を掘るための工場、これがこの島にとって一番大事なんですね。ですからね、その大事な工場をね、台風の影響の少ないこちらの方に設けていったよということなんですね。昭和の6年まで6回にわたってここは埋め立てられましてね、今の現状の姿になっていったよということなんですね。ここから取ります石炭、非常にカロリーの高い良質な石炭がこの島から取れていたよとこういうことなんですね。はい、ということはね、やっぱりね、ここから取ります石炭ね、非常にね、国にとっても重要であったということでね、やっぱり国産の石炭がないと。49年までです。1570万トンの石炭を掘ってるんですけど、家庭で使うような石炭でなかったんです。100キロ降りるんです。その人車で。ですから600たす400ですから1000メートルですよね。気温が30度以上、湿度が 95%。落盤の危険性がある、爆発の危険性があるところで8時間働きかれるんです。白い。浴槽が3つありました。最初の浴槽はですね、靴も履いたまま、服も着たままです。汗でくっついて脱げないんです。で、座布団と右の方にですね、手を伸ばせば触れます。そこのでOkay, we are the second observation square. We are on the east side of this house. There are coal mine facilities. Then, how could they go to their rotation zone? There was an underground walkway, so there used to be a lot of coal mine facilities around this office. But most have done that because of high. 東京都の人口密度の9倍と言われてましたから、この建物1個見てもらったらお分かりだと思います。夜8時から半額だったんです。で、外に個人的に連絡する場所がここと、あと2箇所ぐらいしかなかったんです。ですから、ここの公衆電話には多分10円玉を握りしめて、行列ができたんだと思います。で、この島はですね、皆さんの町にあるもの何でもあったんです。上から5階所スナックですね、ビリヤード場、麻雀やパチンコ屋です。留置場だけ今でもきれいに残ってます。さすがに丈夫に作ってあります。これが映画館ですね。昭和3年にできたから昭和館です。今もこれは15年ぐらいの写真なんですけども、これよりも今壊れてます。で、びっくりされるんですけど、交通事故もあったんです。車があったんです、ここ。これ三輪車です。ここに映ってるの。昔の王朝の将来像って実は言われたんです。100% 全価です。昭和30年代の初めから。で、家賃タダなんです。で、光熱費が当時8円って言いますから、今の会でも1000円ぐらいです。で、こういう文化的な生活はできるんですけど、食料品は毎日船で運んできたんです。ですから台風なんかの時は1週間ぐらい来ないんです。今、備蓄って騒がれます。だって備蓄してるんだって。缶詰です。1週間ぐらい缶詰が続くんです。そっちの方がおいしそうだから石油にエネルギーが移ってますし、輸入した方が安いんです。だからこういうお金のことが閉まっていくんです。ですから1月15日閉山で4月20日に誰もいなくなる。この後の水流ツアー右回り中、そして左回りも予定しております。敷居みたいなのがさ、2個ぐらいあるじゃん。ね、トイレっぽいよね。
海水みたいなパイプみたいな。許された時に誰がやるの？船内は全て自由席で本日も安全となっておりますのでご利用お済みください。船内すべて自由席となっております。こちらね、さっき言ってたまたお写真をお撮りいただきましたら本線の左手方向をご覧いただきますと沖合に岩礁が見えております。三つ瀬と言います。海岸現場です。担当は地点に沿って斜め下へ埋まっておりましたのでそれを追うような形で海岸は行われております。高くに
65号棟といます。最盛期は317世帯が暮らしておりました。1000名以上の方が住んでいたこの島最大の集合住宅です。65号棟の屋上には幼稚園も建てられております。幼稚園が屋上に建てられるということは大変珍しいことです。いかに土地がなかったかということをお分かりいただけるかと思います。実はこの幼稚園のすぐそばには当時現地の方が使っていた滑り台の跡も現在も残っております。この滑り台、反対側の海域からしか見ることができません。その後反対側もう一度戻りますので探してみてください。見えております。